うも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。全員レベル1縛りとこよの王編。今回はなんとそれに加えて異物なし縛りまで追加。調子乗りすぎ？のんのん私なら。いや私たちなら余裕です。まずはとこよマリスから。ちょっと今週のとこよのメンツが一筋縄ではいかなそうなのだけが不安。マリスリブラハルモニアはレベル1だとおそらくかなり強敵になりそうだからね。まずはエデレとかフルゴールから始めたかったけどそこはもう言っても仕方ない。さあ行きましょう。奇変はなし。村も、なしか、残念。味方はレディさんと鉄の目さん。レディさんはとこよマリスと両相性、鉄の目さんはファームで大活躍。いいパーティーだわ。私？ほら小さくて可愛いでしょ？実際のところ復讐者から重装をなくすとマジで強みが見出しにくいのよね。回復があることぐらいかな。とこよマリスだと。あと呪装を持ってることね。私が使うと弱いけど味方に渡せば最強の救助武器。他に入手する手段が一切ないこれを持ち込めることが数少ない長所と言えるかもね。お、クロスボウ来た。威力固定のレベル1最強武器の一つね。今回道中はこれメインかな。定期レベル確認の時間。おっとレディさんがレベル2に。また知らせてあげないと。ってこれは？ちゃんと自分で気づいて偉い。あれは身投げしに行ったわね。引き続きレベル2までなら上げてすぐ実施すれば続行可能にしているわ。無事レベル1に下げたことを確認。初手はかぼちゃ兜行動。さっさとクロスボウを強化してしまう作戦ね。クロスボウ強化後は砦攻略前に使っておきましょ。FP を惜しまないでいいのが鈴と比べた際のクロスボウの利点ね。1日目夜ボスは英雄が覚える。まあ苦戦はせず、誰も落ちずに撃破完了。1日目はまだまだ簡単。2日目も順調に攻略を進めて最後は砦屋上でしぎれい。ちょっと特攻武器ないから不安だけど。ひたすらクロスボウで突っつく。下はハゼルレーン。今回はちゃんと方角にも意識されてたわ。E と S のちょうど真ん中がアンチ。こういうことよ。やっぱ遠距離武器ならなんとかなるわ。あと砦屋上なら正直工学わかりやすいから覚えちゃうのもいいかもね。ハゼルレーンについては前回動画で詳しめに解説してるから知りたい人はそちらへ。前回はちょっと苦戦したけどやはりしぎれいなど私には座力。すみませんでした、しぎれい強いです。てかワンパンマジか。HP 最大時カットアップコモンとアンコモンの2つ持ってるんだけど。これが異物なし HP200 の辛さ。ありがとう。おろろ。これは絶対案件かな。もう収縮迫ってきてるし。夜の雨もとんでもなく痛いから猶予は短い。いやでも別に負けてもいいんだったわね。死亡で失うのはルーンのみ。3日目の買い物用ルーンは2日目夜で賄えるから実質ノーリスク。苦戦しつつもなんとか撃破。聖武器がないとやっぱきついわ。2日目夜はフル星の聖獣。黄金樹に誓ってからさあ行きましょう。ちょくちょく瀕死は出つつも割と安定した戦闘。成功使って安全地帯から鈴鳴らし。とこよマリスはストームルーラーで FP 回復できるからそんなに取っておかなくていいよね。って思っての行動だけどさてこの判断は正しいのでしょうか。答えは動画後半に。なんか体勢崩した？私に弾かれたみたいになったわね。コモンブレソだけど地名取り回す。うおーなんかすごい火力出たー。まあまあキングのおかげなんですけどね。面倒だしもうアーツで決めちゃおう。無事撃破完了。ちょ痛い。雨が痛すぎる。なんてとこで死んでるのよフル星さん。いや取れないって。氷嵐で一家マリスだし。いやでもとこよマリスなら意味なくね？しまった。深き夜の癖で無意識に通常マリス対策しちゃった。クラゲ飛ばしてこないならただの視界妨害にしかならないじゃない。さて3日目。姫プでアンコモン HP 最大時カットアップ2つになったからさすがに攻撃一発は耐えるかも。さらにルツボハメタリスマンで実質回避強化。もう回避弱者とは言わせない。まあ回避強化してもレディダブルステップは当然鉄の目マーキングより無敵時間短いんだけどね。そしてストームルーラーの火力関係の付帯が一切ないのも不安。レベル1だと武器の火力はレベル15の大体半分くらいになるけどストームルーラーだとどうなるか。とりあえず前座は移す価値なしの32倍速で。さあ本番、まずは黄金樹に使いましょう。FP 消費は重いけど今回は実質 FP 無限。最大 FP が少ないからものすごい勢いで回復してるように感じるわ。さあタメ交差の威力は？
あんな近かったのに外すことある？味方のため後派は1000ダメくらい。思ったよりは火力出てるかも。味方は火力機体持ってたからわかんないけど。私のダメージは826。今は黄金樹に使ってるからそれなしだと720ぐらいか。バフなし復習者レベル15のダメが1405らしいからやっぱりちょうど半分じゃない。実質的体力2倍か。なかなか長くなりそうね。やっぱこれ、長い方の泡飛ばしだと撃ち落とすための SP が足りない。私で足りないなら鉄の値3が足りるわけないわね。って2人とも死んでるー。よし、固まっててくれてよかった。これ思った以上に SP 管理がシビアね。ここで睡眠いかない。こっから波来てるけど、これぐらい走ればいけるよね。それよりこっちの阻止優先。組織順がダメージだとめちゃくちゃ苦しくなるんだけど、どうやらそんなことはなさそうかな。って波来てるー。は、味方の迅速すぎるため後派で復活。それにしても、スタミナが少ないから波起こし避けるだけできつい。そこに何かしら他の攻撃合わせられるとどうしようもなくなるかも。そしてここからが本番。味方全員狙い無限射程の高級ビームこそが最大の自己要因。ただでさえ苦しいからせめて高級ビームだけは絶対当たらないようにしないと。氷嵐マジいらんから消えろ。そして再び長い方の泡飛ばし。このままじゃ SP 足りない。泡の切れ目に抵抗で SP 回復。よしこれならなんとかいけるわね。ただこんな手は何度も使えない。しっかり泡の着弾を見て無駄打ちしないように気をつけないと。で波起こし。この次の行動が怖い。視界も最悪。なんとかやり過ごせた。波1回ごとに毎回死を実感するわ。地面ビーム。ガード前提でオトメク。これ次耐えなくね？ HP 最大時カットアップ2つが切れてるとダメージどうなる？セーフ。1回ガードで受けるごとに聖杯飲むわけにもいかないし思ったよりまずいか？いやそもそも高級ビームもあるから聖杯飲む時間もないかもだけど。アーツはさっさと切っちゃいましょう。でもちょうど睡眠いざないだった。これ間に合う？あ。すやー。全然寝てなんてないけど、割合ダメで助かった。今のは先に阻止してからアーツすべきだったわね。うわ高級残り1個だったのにここで復活。もったいない。一周してまた高級復活。ここはしっかりため後派アボ派。ここに来て最悪の素人ミス。ためが間に合わなかった。なんとか頼むレディさん。一撃救助。たまに見ると他キャラの呪詛はやっぱエグい。モーションの割に削り値でかすぎる。なんで私だけあれを使えないのよ。でもおかげで助かったわ。またクソ長泡飛ばしなんだけど位置が悪すぎ。何にも見えないんだけど。最大の高級破壊チャンスでもあるから可能な限りしっかり狙い定めたい。でも SP は頼りないから一発一発丁寧に。泡飛ばしは基本的に着弾を見てから後派でも身を守るだけなら十分間に合うからね。基本的には、ね。最後欲張って一発足りなくなったけど大丈夫だった。またアーツ溜まったし救助しておきましょう。アーツの溜まる速度が非常に速いのは助かるところ。後派飛ばしてるけど完全に近接攻撃扱いだからね。機体の近接攻撃力上昇も適用されるらしいわ。2連地面ビームもなんとかやり過ごして。成功もう残り1個？まだ敵体力半分以上あるのに？2日目夜にちゃんと温存するべきだった。またまた泡飛ばし。もう雑に成功も切れない。ここは泡の切れ目に少し溜めて SP 回復。よしこれね。これなら十分 SP 賄えそうだわ。あとは適当に連打でも大丈夫でしょう。いた。出たわね。さっき基本的には着弾見てから撃退で大丈夫と言ったけどこれがその基本的でない場合。たまたま泡がキャラに直撃するとそれでもしっかりダメージ食らうのよね。威力は爆発よりだいぶ小さいんだけど HP 最大時カットアップを剥がされるのが極めて脅威。そしてついに来た3連波起こし。普段でも相当厄介なこれをかわしきれるか？思ったよりこっち側向きだった。これは、
の波の方向を少し見誤ったわね。鉄の目さん頑張ってー。ナイス回避。マーキングなしで避けるとはやるわね。そしてアーツ、ワンショット。ありがとう。もう一人は私アーツ貯めてなんとかするわ。でもここはまずあれを阻止ね。ナイス。ため2発でオッケーなのね。朝日夜で戦うのも久しぶりすぎてそんなことすら忘れていたわ。さてこれでアーツ溜まったから救助。と思ったら鉄の目さんがいつの間にかやってくれてたわ。でもアーツ温存できたのはでかい。緊急回避にアーツ使うのを考えると私ももうちょっと殴り救助試みた方がいいのかも。ここでまた3連波起こし。これって3回の波はこちら3人をそれぞれ狙ってると思っていいのかな。物がでかいから誰を狙ってるのかはっきりわかることが少ないのよね。位置が悪い。次は、回転突進ね。これならなんとか。よし、やり過ごせた。3連波起こしのたびに毎回誰か一人は絶対死んでる気がするわ。睡眠いらないね。2人だけど大丈夫でしょう。高級多いから普通にタメ後派で。うわー、あれって適当にタメ後派打ってたらダメなの？いつも割と適当でも打ち消してくれるからタイミングあんまり考えてなかったわ。攻撃後の硬直中に普通にやられるのね。また常世マリスの浅さが露呈してしまった。これも全て貴様の出現確率が低いせい。レディーさんいける？ 3 ゲージだけど。あ、フィナーレも切れた。これはさすがに厳しいか？でもとんでもない削り。地面ビーム見事に回避。素晴らしい救助だったわ。そしてまた睡眠いらない。今度はちゃんと相手のビームに合わせてタメ後派打つから。ギリギリ阻止成功。状態異常蓄積も普段に比べてそこまで早い感じはないわね。なんでだろ、耐性値は間違いなく低いはずなんだけど。状態異常蓄積にも割合蓄積とかあるのかな。しっかり引きつけて撃つ。そこでそれは。はにゃ。アーツ抱え落ちしちゃったー。最悪だー。HP 的にもう一回耐えると思ってしまったのよ。最初このダメージなのは HP 最大時カットアップあるからね。さすがにやらかしすぎ。またレディーさん一人になっちゃった。頑張れレディさん、負けるなレディさん。また華麗な地面ビーム避けから来てくれたわ。マリスの攻撃は、クソ長泡飛ばし、これなら猶予は十分ある。ありがとう。こんな私にまたチャンスをくれて。幸い FP は十分溜まってる。まずはこの泡飛ばしをやり過ごすところから。まずい。ここは圧切ります。高級残り2個だからあれ壊して畳みかけたい。HP 減ってるし回復しておくか。ちょうど集まってるし。その紅葉の香りは神。でもストー回復味方は半分だけか。てっきり満タンまで行くんじゃないかと思ってたわ。結局破壊しきれずにまたもこ復活。いやでももう高級はいい。HP は残りわずか。削り切ってしまえ。ここで3連波起こし。いやでも距離取れてるから大丈夫なはず。スペースもあるよね。まさかのおかわり？ 4 連波起こしはルールで禁止すよね。なんとか隙間を縫ってやり過ごせたかな。危な。今高級ビーム当たりかけた。味方落ちたけどここはもう削り切る。なんで外すんだこんな時に。いやでもさっきから地面ビームをレディーさんが受け持ってくれてる。今こそ攻撃チャンスよ。よし今度は当たった。泡飛ばしなら攻撃できる。ここでこの長い戦いを終わらせるわ。私の一撃でね。食らいなさい。やったー。みんなー。イェイ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 。
会いましょう。さてレベル1異物なし縛りとこよ編、まず初戦は勝利。だけどかなりの新勝だったわね。全員瀕死ゲージは3ゲージ、合計何回やられたかももはや数えたくもない。私だけで5回だし。でも皆の粘りでなんとか命のリレーを最後まで繋ぎ切ったわ。1回の出撃で3人ともが味方2人落ちを経験するのはなかなかないんじゃないかしら。どこで負けてもおかしくない戦いだった。ただ MVP はやっぱりレディさんね。味方2人落ちで両方3ゲージ。この絶望的状況を打開したのは間違いなく彼女の力。それも一度ならず二度までも。回避性能が高いと言ってもこの長時間戦闘後の大ピンチで冷静に全てかわしきるのは絶対見た目より難しいはずよ。本当によくやってくれたわ。さて1回で勝ってしまったからあれだけど一応もし次戦うとしたらの対策を考えておきましょうか。まずキャラ相性だけど。思いのほか復讐者は良さげね。前回も言った通り回避性能の低さで地面ビームが苦しいのは間違いないんだけど。今回長い方の泡飛ばしもかなりの脅威であることが判明したからね。FP が多いキャラは有利であると言えるでしょう。具体的にはレベル1の各キャラの素の FP がこう。私は一番多い80族でレディさんは75、鉄の目さんは一番下の55族ね。ストームルーラーためなし後派は消費 FP9 だから撃てる回数はこう。私とレディさんが8発撃てるのに対して鉄の目さんらは6発しか撃てないのね。そしてクソ長泡飛ばしで泡飛ばしてくる回数はだいたい8、9回ぐらい。私たちは FP 満タンを保っておけばなんとかなるけど花壇の人は普通にやってるだけで死ぬわね。しっかり泡の切れ目を見極めて FP 回復しないといけない。ただ構え中はスタミナ回復も阻害されるから今度はそっちの方にも気を配る必要も出てきそうね。これを見るとやはりトコヨマリスへの最適解はレディなのかも。ただレディにも弱点はあったはず。レディは初期武器の能力補正との噛み合いがあまり良くないからストームルーラーの火力が低いのよね。ウィキによればレベル15での威力はトップの執行者が1487なのに対してレディが1233。約 1.2 倍の差ね。ただしレベル1でもこの差はそのままか？能力の差が小さくなれば威力差も縮まったりしない？というわけで調べた結果こうなったわ。なんと 1.2 倍くらいあった差がレベル1だと 1.1 倍まで小さくなってしまった。訓練上のマルタ相手だからさっきと数値は違うけど比率自体は変わらないでしょう。やはりレベル1とコヨマリスの最適解はレディ。回避性能だけじゃなく疾走のスタミナ消費軽減もあるしね。変なこだわりがないのならレディで出撃しましょう。まあかといってファームでのパーティーバランスもあるからレディ3人が最高と言い切れるかはわからないけどね。鉄の目がいると1、2日目の攻略が加速するのは間違いないし、3ゲージが量産されるなら復讐者で呪詛を持ち込む意義も大きい。今回は図らずも悪くないパーティーバランスだったかも。さて無駄話はこのくらいにしておきましょう。レベル1異物なし縛り。思ってたより厳しいわ。ただ強敵とコヨマリスでも結果的に初回で倒せたし次もなんとかなるでしょ。ではご視聴感謝、また見てね。